ラテン語で大きな溝という意味のフォッサマグナのオブジェがあります。説明があります。ここが東西日本の境界だ。この新潟から静岡県まで断層があるようです。あそこ見えてるとこなんですけど、あそこに断層が見られる場所があるそうです。長野県の山岳地帯を越えて間もなく海に到着します。まっすぐ行って海まで突き当たると右と左に分かれてます。左側が富山県方面、右側が新潟方面です。まっすぐ行った海にある町、新潟県糸魚川市、そしてすぐ右にある新潟県上越市は気になっていた町です。山があり、海があり、そして無料の駐車場もたくさんあります。新たな車中泊スポットを開拓します。ジル520冬タイヤに交換してもう100キロぐらい走ったんで、一度タイヤの増し締めしておきます。カムロードは135ニュートンですね。はい、全部のナット増し締めしましたが、2箇所だけちょっと緩んでいる場所がありました。これで冬の旅も安心です。このデジタルのトルクレンチすごい便利ですね。はい、糸魚川観光物産センターというのがありましたんで、ここでご当地の食材見てみます。うわー、すごい。これ翡翠こんなに大きいんですね。近くの姫川さんの翡翠です。これが原石なんですね。なんかもうこの辺とかは磨かなくてもツルツルしています。はい、近くにですね、この辺にしかないローカルスーパーがあるようなんで、ちょっと行ってみますね。はい、これで食材はバッチリです。それでは車中泊スポットに向かいます。と言ってもまだ車中泊スポットは決まってません。この糸魚川市のこの辺ですね、海側のこの町の方は道の駅がないようです。こういう時は車中泊で検索します。そうすると Google の口コミで車中泊した方のレビューが載っています。すぐ近くの海に無料の駐車場がありました。ここ行ってみます。ちょっと自己責任になっちゃうんですけど、とりあえず行ってみて治安確かめます。
はい、到着しました。結構ね、海が近いんでゴーっていう海の音が聞こえています。風は今日はそんな強くないですね。こっち側はもう街灯ついてないですね。で、奥に公衆トイレがありますが、ちょっと自分一人では夜中入れない感じのトイレです。ここの海は翡翠海岸といってかなり綺麗で、翡翠が取れる海岸なんですけど、なんか誰もいません。こんなに広い駐車場なんですけど誰もいません。何かちょっと不気味ですよね。こんなにいいスポットなんですけど誰もいないのは気になります。自分ビビりなんで、もうちょっと車のいるところに移動します。やっぱりね、長いこと車中泊してると何か感じるんですよね。誰もいないということはそれなりに何かある場所なんじゃないかなと、過去に何かあったのかなとか考えてしまいます。だから地元の人は来ないんじゃないかなとか。はい、すぐ近くの車通りのある駐車場に来ました。ここもすごい海近いんで、明日の朝早く起きて海岸線先のところに行ってみます。ここのトイレはすごい明るくて綺麗そうですね。ここに来る途中も2つぐらい海岸線に駐車場がありました。糸魚川市すごい駐車場多いですね。ほんの少しリアが下がっていましたんでレベラー入れました。それでは車中泊のセッティングしていきます。やっぱり初めて行く車中泊スポットは昼間太陽が出てるうちに行かないとダメですね。絶景の場所ほど夜は人がいなくなって暗くなり怖くなります。先ほど行った海岸は本来はすごい綺麗なんで、明日の朝翡翠探しに行ってみます。今日はランタンの代わりにこのアイロンストーブつけてみます。サイズ的にちょうどこの IH ヒーターですね、ここのくぼみに入ります。ここに入れ替えて今日使ってみます。
いや、体も心もすごい温まります。めっちゃ美味しいです。タイム測ってたんですけど、7分40秒でお湯沸きました。味噌量はだいたい 300ml ぐらいです。火力一番ちっちゃいんで、強くすればもっと早く沸くと思います。これ見てもらったら分かるんですけど、2個なんですよね。普通はアイロンストーブって1個なんですけど、2個あるんで火力も強力です。もう料理に使えるレベルの火力あります。今日はこのダブルアイロンストーブで、ここでちまちま焼いたり鍋したりと冬の車中泊を楽しみます。で、暖房としてのアイロンストーブなんですけど、こっから上がね、すっごいあったかいですね。で、こっから下はちょっと温度差があるような感じです。やっぱりこの上からですね、熱が出てますんで、横はあんまり出てません。なので上の方に溜まっていますんで、サーキュレーターみたいな感じで風を回せば部屋全体があったかくなるかなと思います。弱暖房として使えるかなという感じですね。やっぱりこの見た目と簡単な料理もできる火力、趣味性が高いんですが、キャンピングカー内で過ごすにはもってこいのアイテムですね。車内の温度なんですけど、最初15度ぐらいだったんで 3.4 度上がってますね。もっと寒い日にこの断熱のあるキャブコンでどのぐらい温度保てるのか試してみたいですね。ちょっとせっかくなんでこのアイロンストーブの上網置いて、このあんこ餅ですね、お餅焼いてみます。映画見ながら、この癒しの炎を見ながらゆっくりくつろぐことができました。ホタルイカ炙り食べたらビール飲みたくなりますね。一旦マルチルームでミストサウナ浴びてからノンアルコールビールいただきます。この鍋も持ってきました。このアイロンストーブの上で湯豆腐したいんです。こんなわがまま仕様のキャンピングカーないですよね。おっさんの楽園です。とりあえず温水ボイラーでお水温めます。はい、カセットガスの線を開けて、そして温水ボイラーのスイッチを押します。じゃあ一旦トイレを収納します。で、マルチルーム内温めたいんで FF ヒーターつけます。ミストサウナ浴びてる間、火見とけないんで一旦切っておきます。準備整いました。マルチルーム内もすごいあったかいです。はい、じゃああとはシャワーカーテンほどいて、水が飛び散らないようにします。
さあ、それではお楽しみの湯豆腐いただきます。これ鉄の鍋じゃなくてアルミの鍋なんですけど、この中にもうお風呂入る前に昆布入れておきました。水に浸しています。はい、じゃあこの上に乗せていきます。ちょっと不安定なんで網乗せておきます。これでお湯になるまで少し待っておきます。地元の食材を中心に買ってきました。この豆腐は糸魚川の豆腐です。でこちらですね、なんか食べれるようなんで柿の素、これも湯豆腐の中入れてみます。あとは鶏肉とかえのきとか一旦湯豆腐楽しんでからその後いただきます。いや、もうこれだけで十分なんですよね。めちゃくちゃ美味しそうです。それではいただきます。ごちそうさまでした。体も温まってお腹もいっぱいになったんで少し眠くなってきました。いつでも眠れるように片付けてベッド展開しておきます。
や、いいですね。アイロンストーブでこんなにあったかくなると思いませんでした。寝るときはもうこのアイロンストーブ切ります。で、今日のこの辺の朝の最低気温は5度なんで、一番下に電気毛布敷いてます。その上に毛布、そして自分入って布団っていう感じです。この炎ゆらゆらしてるとこ見ていたらすごい眠たくなってきます。こうやって暗くしたらさらに雰囲気が良くなりました。このアイロンストーブ結構オイル入りますんで、長時間燃焼できるようです。明日の朝この近くの海楽しみです。翡翠やったらいいんですけどね。美味しい朝ごはんが食べれそうです。この糸魚川市街地初めて旅で来ました。こんなにも車中泊に向いている街だったんですね。今まで高速で何回も上は通ったことあるんですけど、こうやって長時間滞在すると魅力的で唯一無二な街っていうのがよくわかりました。明日はここから隣の上越市に行きますんで、またそこでも車中泊スポット開拓して美味しい地元のも食べたいと思います。今日は風も弱く、すごい穏やかな海が目の前に広がっています。糸魚川市の車があるんですけど、これ見てください。熊注意のステッカー貼って走行されてます。かなり迫力があって、本当に山の方は出るんだなという強い危機感を覚えます。これいいですね。全国の熊が出てる市町村でも車にこんなステッカー貼ってほしいです。やっぱり熊が出る地域でも庭の有印物、柿の実とか果物とかですね、そういうものが全然伐採や取らないで放置してる家が結構多いんですよね。こういった注意喚起はぜひ SNS やネットを見ない世代にも届けてほしいですね。ここの海岸のすぐ横に炊事場があります。なんかバーベキューできるようになってますね。水を洗う場所もあります。あ、出ます。でこっちから来ると海岸です。うわ、めっちゃ綺麗ですね。ここの海岸はなんか石が少なめですね。もう一個横の海岸行ったことあるんですけど、そこは結構もうこういった砂利が多かったんで翡翠がなんかありそうな感じでしたが、ここは少なそうな感じもします。正直素人にはもうこれが翡翠と言われたらそう見えますし、分かんないですよね。
なんかこれそれっぽいですよね。綺麗です。一応持っていってきます。一旦お腹空いたんで、とりあえず車内で朝食いただきます。意外とアイロンストーブ火力強いですね。パンはよく見てないとすぐに焦げちゃいます。この2段目ウインナー結構良かったですね。まるでフライパンが2つあるような、そんな感じで調理できました。それではいただきます。ごちそうさまでした。なんかアイロンストーブで炙ると風味が違うんですよね。本当にキャンプしているような気分になりました。で、ここでウインナー焼いてみたんですけど、しっかり焦げ目もついて焼けましたんで、これ焼肉もいけそうですね。アルミホイル敷いとけば下に油が落ちて煙が出る心配もありません。2個追加するときに毎回アルミホイル変えるだけなんで、洗い物もなくいけそうですね。どこかのタイミングで試してみます。じゃあパン粉だけゴミ箱入れて、また食洗機のお世話になります。この木の使った鍋なんですけど、たくさん入れすぎたせいかちょっとなんか汚れみたいなのが残ってますんで、もう一回洗います。このコーヒーメーカーのパーツ、これも一緒に洗っておきます。食洗機の洗剤なんですけど、いつもこういったジェルタイプ使っていたんですけど、この粉タイプの食洗機専用の洗剤、こちらがですね、界面活性剤というのが少ないみたいなんで、ろ過装置にすごいいいみたいです。ここに書いてますね。この界面活性剤が 2% です。このろ過装置でお水をきれいな水にろ過するときに、こちらの界面活性剤が少ない方がこの機械に優しいようです。この食洗機以外にもシャンプーやボディーソープなど界面活性剤が少ないタイプに変えていってもいいかもしれません。はい、残量なんですけど、まだちょっと残ってますね。
こんだけ湿ってますんで、だいたい4分の1ぐらいですね、残ってる感じです。だいたい昨日の夜と合わせて9時間ぐらい使用しました。万が一燃えてもいけるようにビニールで下覆っておきます。食洗機がもう乾燥に変わりましたね。やっぱりスピードモードは速いですね。生活用水タンクのお水が20リッターですね。そろそろやばくなってきたんで、ろ過装置で水復活させます。はい、スイッチオン。これでまたお水増えますんで、今日の夜もお水たくさん使えます。ここから北上して上越市の方行こうかなと思ったんですけど、もうちょっと糸魚川市堪能したいですね。何か近く温泉とか探してみます。近くに糸魚川温泉翡翠の湯というのがあるんで、ここ入ってから北上します。さっき拾ったこの石なんですけど、ちょっと緑なんですよね。翡翠かどうか調べてみます。この石は翡翠でしょうか。出ました。この石は結論から言うと翡翠の可能性は低いです。ただし完全否定ではなく、似ている部分も少しあるが特徴が弱いということです。残念ながら翡翠ではないようです。それは簡単には見つからないですよね。一攫千金の夢がついえました。今回このアイロンストーブですね、ダブルタイプのやつ、初めてこの自作のテーブルで使ってみて思ったんですけど、暖房機能としてかなり優秀ですね。ただ上の方に熱気が溜まってしまうんで、次はサーキュレーターとかで下に向けてサーキュレーター回しておけばかなり部屋が暖かくなるんで、キャブコンとの相性はかなりいいです。でやっぱり火なんで、こういった消火スプレーですね、この辺は必須になってきます。やっぱり車内で火を扱うんでちょっと緊張しますが、比較的安全に車内で火を楽しめる機会としてはありなので、冬場は積極的に楽しみたいと思います。それではろ過装置に頑張ってもらっている間に温泉行ってきます。